今日は予約注文していたバイクを受け取りに、東京の三鷹市と武蔵野市にまたがる井の頭公園近くに来ています。現状、新型コロナウイルス感染の勢いは衰える様子もなく拡大が続いています。その影響もあって、バイクに乗る人が増加しているものの、生産が追いつかない状況が続いています。メーカー側からのお知らせによれば、感染症に伴うロックダウン、海上輸送・港湾の混雑、半導体の供給不足などが原因で不透明な状態が続いているとのことでした。バイクの予約注文は昨年10月下旬、結果的に約3ヶ月で納車となりました。当初はノーマルの GB350 を予約したものの、デザインやポジションがより好みと思われた GB350S に1週間後に車種変更しています。ノーマルの GB350 は生産台数を上回る予約が入っていた様子で、2022年の年内でも納車は厳しかったかもしれないとのことでした。GB350S についても予約時は納期未定で、正直何度もキャンセルを考えましたが、約1ヶ月が過ぎて状況が良い方に変わり、納車日がほぼ決まります。販売店によって異なりますが、予約注文時には現金5万円を支払っています。仮にキャンセルした場合には全額が戻ってくるため、希望する車種と色が決まっている場合には早めに予約した方が良いと思われます。私の場合、今までバイクを買うときには価格重視で街のバイク屋に立ち寄ることが多かったのですが、今回初めてホンダ車のみを専門に扱うホンダドリーム吉祥寺にお世話になりました。今回は簡単な紹介にとどめますが、今回購入した GB350S は3ヶ月前に発売されたノーマル GB350 のスポーツ仕様と言われています。デザインはもちろん、ステップやハンドル位置などのポジションに若干の違いがあります。シート外すのに、はい、ボルト2本で止まってるんですけど、ここのボルトと、はい、あとはもう反対の同じボルトがあるんですけど、はいはい、この2本だけでシートが止まってるんで、キーで外すんじゃないですよね。キーだとちょっとないんですよね。いや、まあそれぐらいはっていうか、そんなしょっちゅう外すものでもない。まあ、そうです。別にシートして何も、正直、何も入らない。こういう感じで。で、ETC ここに入ってはい、あれですか。ます。で、車載工具も、あ、ちょっと入るんですね。ちょっとこの入ってます。はい。なので、もし書類とか入れるんだったら、ここも一つですし、あとはそのさっき言った鍵で使うんですよね。ここは開くんですけど、ここに乗っけるのはまずいですか？ここはあんまり良くないですよ。はい。なんかしっかり固定、例えばここにパチッと固定できるものであれば大丈夫なんですけど、一回事例としてあったのが、お守りあるじゃないですか。はい。お守り。あれをこういうところに置いて、で走行中どうしてもフリーになっちゃうんで、ドボッとここに入って、エンジン止まっちゃったみたいな事例があったんで、ここはやっぱに入れて横かなんかに。それでも全然大丈夫。で、ここなんですけど、はい、こことこことここの3点で止まってて、はい、でまず鍵ひねってもらって、そうするとここは下が取れます。
でこれはこっち側はまっすぐ刺さってるんで外す。でここはこう刺さってるんですよ。なんで上に引っ張り上げるって感じ。あ、そこはキーだけで外れるんですか？そうです、キーだけでこういう感じになってます。正直何も入らない。おー、ただなんか横にノーマルだと横に ETC つけたりする人もいるみたいですね。ノーマルだとここに入れられるんですけど S だと正直かなり厳しいです。ああ、はい、スペース的な問題で。なるほど。でここに六角レンチがついてるんですよ。面白い。それでここを外して、あ、なるほど。でこの車載工房にたどり着くっていう、あ、それ素晴らしい。そういうギミック。なるほど。入れる時もここはこう刺さってて、ここはこう刺さってて、あと鍵とかなんで、あとあれですね、バッテリーが分かりやすい場所があって。まあそうですね、バッテリーはかなり、こんな感じで。なるほもし ETC あるって言ったら今入れちゃった方が。ど。ああ、今日持ってきてないです。いいです。ああ、じゃあまあこうやってやるっていうの。一応マジックテープで取れるようになってます。あ、すみません。はい、ありがとうございます。で、まあ勝手にこうなるような勝手に形には一応したんで。いや、綺麗にやっていただいて、ありがとうございます。で、ETC カードの端子の読み込む部分が表面。あ、それは大丈夫ですよ。今同じやつ似たようなやつ使ってるんで。じゃあ ETC やって。はい。まあ最初だけちょっとバーにぶつからないように気をつけますけど。で、シート入れるときなんですけど、はい、まあこれがこうでこの金属のところがここに来る感じ。なるほど。はい。なんでこう刺さるイメージですね。多分それも似たような感じなんで、そう大丈夫ですね。納車前に ETC 車載機キット以外で注文したオプションパーツは3点ありました。まず1点目はデートナ社パイプエンジンガード、エンジン上部を保護するアッパーとエンジン下部を保護するローワーがありますが、後者のローワータイプを選んでいます。次に2点目でデートナ社マルチウィングキャリア、街乗りなどトップケース使用を考えているため、あらかじめ取り付けました。3点目に北古社 USB 電源キットがありましたが、納車には間に合わず取り急ぎの代替品を取り付けてもらっています。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。どうも。どうも。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。当チャンネルではバイクツーリングをテーマにキャンプ動画や B 級グルメ動画を配信する予定です。ぜひチャンネル登録と通知ボタンのクリックをお願いいたします。